れでは、1軒目やってきました。ハーシェムレストラン、発音はよく分かりませんが、1953年ぐらいから創業しているということで、老舗中の老舗で、ヨルダンの名物料理を食べられるということです。早速食べてみたいと思います。老舗中の老舗、アンマンに来たらまずはここっていうぐらいの、お店なんで、著名人がたくさん食べてきたんでしょうね。そういう写真もあります。めちゃくちゃ多分写真飾られてますね。ちょっと席立っちゃってあれですけど、すごいここら辺の写真が、青空のテラス席って感じで、気持ちいいですね。テーブルにドーンって感じで置かれましたけども、これがおそらくフンムスかな。で、おそらくこれがミントと、さらにコロッケみたいな、フムスとファラフェルですかね。早速ヨルダン料理を食べてみたいと思います。ホンモス、ファラフェル、チャイ、それで2ヨルダンドル、ディリュハム、ディナール、で300円ぐらいですか、これで。すごいですね。老舗の味、本場の味いただきます。おいしい。オリーブオイルがもうすごいたっぷり入ってて爽やかで、塩味がすごい効いてますね。これはね、パンが進む。حي على الصلاةディナーの前の軽い軽食のイメージだったんですけど、もうお腹いっぱいですね。しばらく間を空けないとちょっと、何も入らないような状況です。本当美味しかった。老舗の味は間違いなかったですね。今まさにサボテンの実を食べました。めちゃくちゃ甘くて爽やか、中になんかちっちゃい硬い種みたいなのがたくさん入ってるんですけど、大体80円で2つその場で食べさせてもらいました。この場でおじちゃんが来てくれてすごい美味しい。初めて食べたサボテンの種。アンマン食べ歩き、名物のカナーフェを、お菓子ですね、デザート食べたいと思います。見た目ちょっと違うので種類自体が違うのかなと思ったら、ソフトカナーフェとハードカナーフェだということで、基本カナーフェは変わらないということですね。もうつゆだくではなく蜜だくみたいな感じで、めちゃくちゃ甘そうなんで、紅茶とかコーヒーとか飲みたいんですけど、ちょっと
そういったカフェに持って入れるのか分かりませんが、ひとまず食べてみたいと思います。カナーフェは中に多分チーズがちょっと入ってるっぽいんですよね。甘いデザートの中にチーズイン、悪くない。こっちはなんかちょっとパリパリした感じですかね。このチーズ、白いのが多分チーズだと思うんですけど、いきますね。このね、甘さとチーズ合うわ、合う。この味覚は日本にはないね。Japanese, yeah. It's first time. Yeah. とにかくアジア人が全くと言っていいほどいないので、めちゃくちゃ注目を集めてますけど、とにかく美味しい。ちょっとね、なんか濃い紅茶とかコーヒーと一緒に食べたいですね。カナーフェでした。